皆さんこんにちは。今回の旅は有馬温泉だけでなく、その手前にある味わい深い街、その先に広がる記憶をくすぐる風景、いろんな懐かしいを巡ります。日常に和み、歴史にときめき、そしてあの頃を思い出す、そんな少し欲張りな旅へ出発です。神戸電鉄に乗って唐戸台駅に向かっています。2駅先にはかの有名な有馬温泉があるとは思えないほど静かで味わい深い街があるんです。それにしても神戸電鉄、都会初の山岳路線と呼ばれるだけあって、力強い音を響かせながらぐいぐい坂を登っていきます。高野山へ行った時の南海電鉄を思い出しました。車窓の新緑のおかげで遠くへ来た感が盛り上がります。三宮から30分ほどとは思えません。到着しました。唐戸台駅です。読むのは難しいですが、書くのはもっと難しそうです。いやー、のどかです。しつこいですが、三宮から30分とは思えません。駅前の様子はというと、こんな感じ。コープさん、公園、ショッピングセンター、鳥たちがピヨピヨ鳴いててのどかです。あのショッピングセンター、ちょっと気になるので後で行ってみます。駅の反対側はというと、有馬街道。文字通り有馬温泉へ続く道です。山と川に挟まれた細い道路で、以前はよく渋滞してたんですが、今はご覧の通り。4年前、バイパスのトンネルができて、すっかり交通量が減りました。有馬街道と聞くと、渋滞のイメージがある方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。今は生まれ変わってます。駅前に戻ってきました。この辺りの雰囲気たまりません。時が止まっています。時が止まった駅前から少し坂を登ると、素敵なお店が現れました。カフェプレッツェル。可愛らしい車が出迎えてくれます。店内は地元の方で和気あいあいとしていて、つられて楽しくなります。コーヒーだけのつもりが、モーニングが美味しそうで頼んじゃいました。トーストにサラダにゆで卵。王道のラインナップはシンプルながらも美味しい。ゆで卵、自分ではなかなか作らないので、なんだか嬉しくなりました。コーヒーもついて450円はお値打ちで、この雰囲気、地元の方でにぎわうのも納得です。お店にとても統一感があって素敵だと思ったら、なんとご主人の DIY だそうです。床や漆喰の壁、カウンター、可愛らしい喫煙室まで手作りとのこと。すごい。あと手作りのパンやケーキもたまりません。いざという時用にマフィンを買っておきます。美味しい食事はもちろん、お二人の人柄があふれている素敵なお店でした。ごちそうさまでした。引き続きもう少しこの街を散策します。
坂の町好きなんですよね。のどかでゆったりとした時間が流れています。ただ駅前は少し変わろうとしています。再整備の計画があって、さっき見た駅舎や公園、これから姿を変えていくそうです。さらにトンネル開通の影響もちらほらあって、人気の施設だった唐戸の湯が閉店したのも交通量が減ったからかもとか。喫茶店で伺ったんですが、すぐ近くにある高校も来年移転するそうです。すでに3年生だけになっていて、来年の3月で完全に閉校。窓越しに見える生徒さんたちの姿、もう見られなくなるのかと思うと寂しい、そんなお話をされていました。少しずつ姿が変わっても、静かで穏やかな時間が流れている唐戸台らしい街でいてほしいです。唐戸台を後にして有馬温泉へ向かいます。ここから2駅なんですが、有馬温泉へは次の有馬口で乗り換えます。有馬口に到着しました。有馬温泉行きが待ってくれてます。年季が入ってる可愛い電車です。では有馬温泉へ出発進行です。再び力強い音を響かせながら私たちを運んでくれます。電車だけで温泉に行ける。しかも三宮から約30分、大阪からも約1時間とアクセス抜群なのも有馬温泉の人気の秘訣ではないでしょうか。車じゃないといけないって温泉多いですもんね。公共交通機関様々のこのチャンネルにとって本当ありがたいです。神戸電鉄有馬温泉駅に到着しました。駅は去年リニューアルされたばかりでピカピカ、随所にこだわりが感じられます。では早速街に繰り出します。いきなりヤングたちのお出迎えにビビりましたが、ウルトラマンを見て落ち着きを取り戻しました。それにしても駅がスタイリッシュすぎて、このチャンネルをご覧の皆さんには少し物足りないかもしれません。でもご安心ください。駅周辺はいい味出してます。駅のイケてる感じに焦りましたが、この先も味わい深い予感です。次はここから歩いてすぐ、有馬温泉といえばの場所に向かいます。駅から歩いて1分、水の流れる音が聞こえてきたら、これぞ有馬温泉という景色が広がります。ここは太閤橋。太閤というのは有馬温泉にゆかりのあるあのお方、そう、豊臣秀吉にちなんだ名前です。太閤橋のそばには秀吉像まであります。なぜこんなに秀吉しているのかというと、彼が有馬温泉をこよなく愛していたから。足しげく通ったのはもちろん、超有名どころを連れてきて知名度を上げたり、地震や洪水で被害を受けた時は多額の支援をしたり、有馬温泉の発展に貢献しまくりました。まさに有馬温泉の恩人。
ところでこの秀吉像、ある一点をじっと見つめています。どこだと思いますか？それは奥様。あちらにあるネネの像です。ネネもこっちを向いてます。向かい合う二人の姿は仲良し夫婦としてよく取り上げられるんですが、私には彼の表情がなんで隣に立ててくれへんねんって言ってるようにも見えます。太閤橋の下は広場になっているので降りてみます。今日はかなり暑いので水辺が気持ちいいです。足を水につけて涼んだり、子どもたちが水遊びしてたり、皆さん思い思いに過ごしていて平和な時間が流れています。この川は有馬川なんですが、実はすぐ上で2つの川が合流しています。向かって右が滝川、左が六甲川。ここで合流して有馬川になります。右の滝川、トンネルから流れ出てますが、もともとは地上を流れる川でした。ただたびたび氾濫して危険だったので暗渠にしたそうです。そしてその上にできたのが現在のメインストリート、その名も太閤通り。また秀吉登場です。ではその太閤通りでお楽しみが待ってるので向かいます。花より団子、温泉より団子です。有馬温泉のメインストリート、太閤通りにやってきました。いやー、ここがもともと川だったとは信じられません。今では道路が整備されて、両側には旅気分を盛り上げてくれるお店がずらり並んでいます。お土産屋さんもありますが、ほぼ食べ物屋さん。もはや食べ歩き通りです。お昼ご飯前なんですけど、もうこうなったら前菜として割り切りましょう。気になるもの食べていきます。まず目に飛び込んだのは老舗感たっぷりの立派な建物。白い湯気がもくもく上がってて引き寄せられました。温泉まんじゅうです。トップバッターにふさわしいセレクトじゃないでしょうか。あったかいどころではなくあちちです。生地に山芋と黒糖が練り込まれているそうで、ほんのり茶色いですよね。いただきます。熱っ、うま。中はとろけるこしあんでした。足りない。豚まんくらいの大きさで食べたいです。続いて足が止まったのは練り物。こちらも湯気がいい仕事してます。食べ歩きの練り天、そういえば最近お目にかかってないので嬉しいです。いただいたのはもちろん大好物のイカ。重い。500円はちょっと高いかなと思ってたんですが、このボリュームなら納得です。あったかくて美味しい。わさび醤油とビール、誰か今すぐ持ってきてください。で、絶妙なタイミングでビールだのサイダーだのを売ってるお店が続々現れます。もしや計算し尽くされた並びなんでしょうか。本当はクラフトビールをごくっといきたいところですが、さすがに序盤で出来上がるわけにはいかないのでサイダーにしておきます。甘さとパンチが効いたサイダーに熱さを吹き飛ばしてもらいます。ところでこの建物の2階、以前は泉という喫茶店がありました。ずっと気になってたんですが、いつか行こうと思ってるうちに閉店。建物自体も新しくなってます。行きたいところはいつかじゃなくて今行っておかないと後悔しますね。反省です。さて、食べ歩きのラストを飾るのは賞味期限5秒の生炭酸せんべい。5秒で食べられなくなるという意味ではなくて、焼きたての柔らかい状態からいつものパリパリ食感に変わるまでが5秒ということらしいです。見せてもらおうか。生炭酸せんべいの柔らかさとやらを
熱くて5秒以内に食べられず、気がつけばパリパリになってました。乾杯です。でも手焼きしてる様子が見られて楽しかったです。さあ、前菜はこれくらいにしてお昼ご飯に向かいます。駅まで戻ってきました。お目当てのお店は駅のすぐ横なんですが、閉まってます。さっき駅に着いた時は営業してて16時閉店はチェックしてたんですけど、何らかの理由で早じまいされたみたいです。ショック。まさかこの万全の体制でこれをすることになるとは。いきますよ、せーの、ズコ。諦めきれないので明日また来ます。明日のお昼ご飯にします。ということで気分はすっかりおうどんかおそばなので、ググって良さげなお店を見つけました。向かいますの前に駅前にあるお土産屋さん、気になったので寄っていきます。創業は明治元年、なんと駅ができる前からここで営業されてたそうです。後付けで駅前になりました。店内には所狭しと素敵なお土産が置いてあって、オリジナルもたくさん。この亀印もです。明治時代から使われているイラストだそうで、2周も3周も回って可愛いです。で、今回は亀ではなくカラスを、有馬サンバガラスの可愛いハンカチを買いました。有馬サンバガラス、可愛い顔して有馬温泉にとっての重要人物、いや重要ガラスなんです。神々の時代まで遡る有馬温泉の歴史。最初に温泉を発見したのはなんと神様でした。怪我をしたサンバのカラスが湧き水で傷を治している様子を目にして、この水には不思議な力があるぞと有馬温泉の発見に至ったそうです。なんだかこのハンカチも縁起物に思えてきました。さあ、すっかり前菜を消化してお腹が空いたので、そろそろさっき見つけたお店に向かいます。まさか閉まってるなんてことありませんように。念願のお昼ご飯にやってきました。有馬温泉の歴史や文化を紹介している神戸市の施設の中にあります。とても広々としていて、これはのんびりできそうです。食べ歩きしたり買い物したり、ちょっとテンション上がっているのでここでクールダウンします。本格的なお蕎麦のようで、お店の方が丁寧に説明してくださいます。もう暑いので冷や一択、そしてお蕎麦が来る前にこれ一択。生き返ります。つやつやのお蕎麦にたっぷりの大根おろし、小皿のお蕎麦もついていて、蕎麦つゆやお塩でも楽しめます。まずはおろし蕎麦、つやつやの見た目通りつるっとのど越し抜群。でも噛むとしっかりお蕎麦の風味が広がって、これは美味しい。お出汁は優しい味わいでお蕎麦の風味を邪魔しません。大根おろしのさっぱり感が最高です。お塩だけで食べても美味しいし、蕎麦つゆも昆布とかつおの出汁がしっかり効いてて美味しいし、一度に3つの味を楽しめます。これは贅沢。美しい日本庭園を眺めながら、外の喧騒を忘れてのんびり美味しいお蕎麦を味わいました。ごちそうさまでした。さて、今日お世話になるホテルがすぐ近くなので、一旦チェックインしてまた街歩きに出かけます。風情ある坂道と路地の街、楽しみです。今日お世話になるホテルはこちら。ロビーは広々としていて落ち着いたシックな雰囲気です。そしてお香のいい香りが温泉ムード盛り上げてくれます。
冷えたペットボトルのお水もいただきました。すでに冷えてるのが嬉しい。鍵がカードじゃないのが旅館っぽくっていいです。お部屋はこんな感じ。広い。大きなマッサージチェアまであるのにお部屋が狭くなりません。平日とはいえこの広さでかなりリーズナブルです。和室なんですが、洗面台やお手洗いはスタイリッシュで使い勝手も良さそうです。あとお風呂、もちろん大浴場があるんですが、お部屋にもこんな立派なお風呂がありました。これまた広い。しかも窓はすだれだけなので露天風呂気分を味わえます。もう有馬温泉気分マックスです。では一息ついたところで街歩きの続きを楽しもうと思います。坂道に細い路地、有馬温泉の本気味わいに行きます。食べ歩きしまくった太閤橋を通り抜けると、さらに有馬温泉らしい景色が現れます。湯本坂。ここから道がぐっと狭くなって、坂がぐっと急になって、有馬気分がぐっと盛り上がります。坂の入り口にあったお土産屋さん、小学校の修学旅行で立ち寄ったお店を思い出しました。行き先は三重県の伊勢。学校で事前に説明会があって、木刀は買わないようにってわざわざ周知されたんですけど、名産品だったんでしょうか。ちなみに私はペナントを買った気がします。どこに行ったやら。皆さんは修学旅行で何を買いましたか？あと早朝に叩き起こされて夫婦岩を見に行ったのも覚えてます。当時の私には全く良さが分からず、今なら感動できそうです。懐かしい景色に刺激されて長い間忘れてたことを思い出しました。そんなことを考えながら気の向くまま路地を曲がっていたら、変わった風景に出くわしました。鳥居の向こうにすごい勢いで煙が上がってます。神社の境内にある珍しい泉源。ここから湧き出てるのはおよそ600万年前の海水だそうです。有馬温泉の金泉が茶色い理由、海水だからなんです。鉄分が空気に触れて酸化するからだそうです。温度は98度。はっきり言って煮えたぎってます。お湯がちょろちょろっと漏れてるんですが、触る勇気が出ません。舐めたら塩辛いんでしょうか。味わう前にやけどしそうですけど。煙はアグレッシブですが、鳥のさえずりが響く和やかな神社でした。そうそう、散策の途中で有名なホテルを見かけました。頭の中であのメロディー流れましたよね。今
温泉の CM ソングといえば名曲揃いでした。先日一番印象に残っている温泉 CM ソングというアンケートを取ったんですが、結果がかなり面白かったので、また後で紹介します。楽しみにしていてください。ところで、のんびり散策していたら悲劇が起きました。お店閉まりまくってます。有馬温泉の夜は早い。夕飯を食べて帰ろうと思ってたんですが、撃沈です。かろうじて空いてた食堂を見つけたものの、まだそこまでお腹が空いておらず、テイクアウトしました。助かりました。あとカラト台で買ったいざという時用のマフィン、覚えてますか？備えあれは憂いなし、活躍してくれました。ということで、1日目終了です。明日は有馬温泉を後にして懐かしい場所を訪ねます。おはようございます。2日目の朝です。温泉街と鳥のさえずり、のどかな朝です。ではチェックアウトして朝の有馬温泉を散策しながら朝昼ご飯を食べに行きます。有馬川、昨日より茶色くてびっくりしました。もしや温泉成分であったかいのかと思って触ってみたんですが、普通に冷たかったです。日によってこんなに色が変わるんですね。不思議です。さ、昨日ズコーッと玉砕したお昼ご飯、約束通り再びやってきました。営業中、大きな文字で安心させてくれます。空いててくれてありがとう。有馬温泉駅から徒歩5秒なんですが、この立地でこのお値段、やばいです。温かいおうどんと握り寿司をいただきました。お出汁はほんのり甘めで超好み。お寿司も美味しいです。お店の方も親切で居心地いいし、大満足のお昼ご飯になりました。昨日のショック、吹き飛びました。ということで、心置きなく有馬温泉を後にします。次の目的地へは電車ではなくロープウェイで向かいます。ロープウェイの駅まではここから歩いて20分ほど。地味にずっと坂で大変なんですが、さっき話した愉快なアンケート結果を見て気を紛らわせます。アンケートのお題はこちら。温泉の CM ソングで一番印象に残っているのはどれですか？ダントツ1位はホテルニューアワジでした。ほぼ過半数ゲットです。せっかく有馬温泉にいたんですが、紅葉閣は残念ながら2位。鳩屋は関西勢の壁に阻まれたようです。で、何が面白いって皆さんのコメント。選択肢にない CM が続々届きました。琵琶湖温泉ホテル紅葉、箕面温泉スパーガーデン、ホテルブルー城崎、奈良健康ランド、全部歌えます。恥ずかしいので歌いませんが。あと誰ですか？温泉 CM って言ってるのに面白い回答をぶっこんできたのは、とんかつ KYK、高杉、パルナス、花店中古車センター、関西電気保安協会。これはもはや歌わずにいるのが難しい。確かに印象的ではありますが、温泉ではありません。あとこんなのもありました。
サンテレビで流れてたいらっしゃいを連呼する CM、 何だったかなーって覚えてます。だんだん声が大きくなるやつですよね。ちゃんと返信してくれてる方がいました。ホルモン数だそうです。質問者さんに届きますように。今回も楽しいアンケート結果でした。そしてコメント欄最高、読み応えあるのでぜひ覗いてみてください。皆さんのおかげで20分の坂道があっという間でした。ありがとうございます。ではロープウェイに乗ってぐんぐん登っていきます。六甲有馬ロープウェイ有馬温泉駅にやってきました。その名の通り有馬と六甲を結ぶロープウェイです。目指すは六甲山頂駅。しばし空中散歩をお楽しみください。到着です。まるでジブリの世界に迷い込んだかのような、そんな空中散歩でした。さすが標高880メートルの涼しさ、下界と違って過ごしやすいです。そしてこの先にあるのは六甲ガーデンテラス。シャレオツスポットの予感ですが、それを楽しみに来たのではないのです。すっかり姿が変わってしまったんですが、以前この辺りにはホテルや展望レストランがありました。その頃の風景、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。この回る十国展望台もインパクト大でした。昭和32年にできた日本で最初の回転展望台だそうです。残念ながら今から20年ちょっと前に亡くなって、その後できたのが向こうに見えている六甲しだれという展望台。歩くとちょっと遠そうなのでアップにしますね。はい、さらに倍。シャレオツです。で、有馬温泉からここに登ってきた目的はこちら。周りはすっかり変わってしまいましたが、ここからの景色はあまり変わってません。青春時代夜景を見に来たって方多いのではないでしょうか。ヴィーナスブリッジも人気ですが、ここも定番スポットだったかと思います。柵の感じとか当時のままっぽいですよね。懐かしい場所でのどかな時間を過ごせました。では下界に戻りましょう。帰りはロープウェイではなく六甲ケーブルを使います。この駅がまたおすすめなんです。六甲ケーブルへはここからバスで10分ほど。綺麗なお庭があるのでバスを待っている間ちょっと寄ってみます。ヨーロッパの風が吹いてました。女子が大好きなやつです。手入れが行き届いていて、お花がとても綺麗でした。ではバスがやってきたので移動します。
六甲ケーブル六甲三条駅に到着です。楽しみにしていたのがこの駅舎。レトロモダンな雰囲気がたまりません。昭和7年開業の当時のままの姿です。近代化産業遺産や近畿の駅100選にも認定されていて、アールデコ調の上品なデザインと重厚な佇まいがなんとも素敵です。駅舎の中も昭和初期の華やかさがしっかり残っています。ただ一点、以前2階か3階あたりにゲームセンターがあったような、レトロなゲームが並んでいて素敵な空間だったような、すっかり面影がないので私の勘違いでしょうか。ネットで調べてもなかなか情報が出てきませんでした。ご存知の方がいたらぜひ教えてください。あと素敵なビデオが流れてました。引っ張れ六甲ケーブルカー。ケーブルカーの機械が奏でる音を使って実際の作業員さんたちが歌って踊ってます。プロデュースはなんと明和電機。大ファンです。音声なしで流れてたので家に帰ってしっかり拝見しました。グッときました。公式動画のリンク概要欄に載せておくので、気になる方はぜひメイキングから見るとより楽しめます。では六甲ケーブルに乗って標高737メートルから一気に下っていきます。車両もレトロモダンで可愛いです。新しさと懐かしさ、その両方を感じながら六甲山を満喫しました。味わい深い唐戸台、王道のレトロ有馬温泉、そしてあの頃を思い出させてくれる六甲山、それぞれの魅力を満喫した贅沢な旅でした。この動画を見ていろんな懐かしいを巡りたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ次の旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。有馬温泉へ向かう電車には猛烈に気分が上がる仕掛けがあります。この名曲まだまだ現役です。